マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。いやー、今ね、国道299号線、ライダーの聖地ですね、走っております。道の駅芦ヶ久保からですね、それから小丸方面にですね、向けて走っております。ここでですね、1本ですね、動画を撮っていこうというふうに思っております。台本も何もないので、よくわかんない動画になると思いますけども、とりあえず、最後までご視聴いただけたらありがたいなと思います。そしてですね、これからお話しする内容は、マサチャンネル、クロスカブにはこだわっておりません。というわけで、深く御礼申し上げます。出ました、35の35億というわけでですね、今ね、保冷ベスト着てるんですよ、提供いただいた。なかなかいいよ。概要欄に貼っとければ貼っときます。これなかなかいいです。僕はクロスカブを愛しすぎて、もうクロスカブ以外バイク乗りませんみたいな、なんかそういうふうに思ってる人ちょっといるみたいなんだよね。もうクロスカブもう一生乗るみたいな、全然こだわってないから。ただ原付2種乗るんだったらばカブだなと思います。カブが乗りたいなと思います。で、つうことは、カブっていうと僕にとっては何かっていうと、見てわかると思いますけど、クロスカブってレックシールドがないわけですよ。だからレックシールドがあるれっきとしたこの昔からのカブ、あれをね、そう、ちょうどね、郵便局の方いらっしゃいますけど、あの形をしたカブを乗りたいっていうわけじゃないんだわ。実はね、クロスカブ、この形、新型にね、JA45 から60に買い替えるときに、C125 スーパーカブのですね、新型が出たばかりだったんですね。でちょうどエンジンがロングストロークになるタイミングだったので、クロスカブも同じタイミングだったと思うんですけれども、今ね、国内販売されてるんですけど、艶消しグレー、艶消しブラックでシートが赤のやつ、あれがヨーロッパ仕様かなんかにございまして、タイ仕様どこなんだろうね、よくわかんないけど、日本仕様じゃないやつなんですけど、いやめっちゃ欲しいと。そしたら輸入してるところあって、いやマジで買っちゃおうかなみたいな感じで買い替えるんだったらねと思ってたんですけれど、結果的にクロスカブの形が僕は好きなんですけれど、あの形で新型がチューブレスで出てきたんですよ、キャストホイールで。なので買い替えを踏ん切りました。僕は別にブレーキですね、ディスクブレーキがなんとかかんとかっていう人いるけど、僕は全く不便を感じてなかったので、 J45 の時に、全然必要に応じて十分だからね。エンジンがロングストロークになってめちゃめちゃ良くなったよっていうのが理由でもないし、買い替えた要因としてはキャストホイールだったんですよ。ちなみにキャストホイールじゃなかったら、もしかしたら C125 スーパーカブに行ってたかもしれない。なんなら、買い替えるとしてですよ、今クロスカブを、買い替えないよ、買い替えないけど、だってもうアップしたばっかだもん。ちょっと乗りたいじゃん、もうアップした状態で。買い替えるとしたら僕は今ダックスがいいですね。ダックスかわいいっしょ、あれ。やっぱ C125 のエンジン、あれよく走りますよ。ちょうどね、セッティングが3つあるんだよね。C125 スーパーカブの結構スピード出る軽いセッティングと、それからハンターカブみたいに下に振ってあるセッティングと、でそのちょうど中間がダックスとかのセッティングになると思うんですけどね。ただもともと下が強いロングストロークのエンジン、僕はやっぱ C125 スーパーカブが一番いいセッティングじゃないかななんて思いますけどもね。もうロングストロークのこの 125cc のエンジンは魅力的であるとは思います。なので、クロスカブ好きだよ、もちろん。ただね、ずっと一生乗り続けてやるぜみたいな、そこまでのそういうのはないし頼むよ、そういうのもないし、しかもハンターカブとクロスカブを並べた時に、なんか俺はクロスカブの方が好きだとか、俺はハンターカブの方が好きだとかっていろいろあるとは思うんですけど、いやハンターカブめっちゃかっこいいっすよめっちゃかっこいいじゃん。いやいいっすよあれ。
だから売れるのももう分かるし、でクロスカブからね、ハンターカブ乗ったら分かると思うんですけど、バイク自体の足回りの完成度だったりとか、そういったものはね、もうほんと1枚も2枚もハンターカブの方が上です。これはね、もうしょうがないよ。で、かつ、金額的には何万違うんだ ?44 万だから、クロスカブ今37ぐらいですか。そしたら、7万ぐらい違うのか。で7万って言ったら、ねえ、車体本体価格の 20% ぐらいになるわけでしょ。ハンターカブとクロスカブ並べたら、どっちが欲しいんですか、マサチャンネルさんはって言われたらば、これはね、クロスカブなんだわ。どうも。なぜかというと、まあさっきも言った通りですね、キャストホイール、チューブレスタイヤ、これにつきますね。どう考えたってパンクした時に、俺無理だもん。タイヤ外してチューブ入れ替えるなんて俺無理だから、できるよ。できるけど、何回かやってるから、できるっちゃできるけど、道具さえあれば、ただ、無理だね。もうこの時点で、多分、ハンターカブ乗っててパンクしたら、俺も JAF 呼ぶね。もう無理だよ、こんな道端でそんなこの炎天下でやるなんて無理。絶対うまくできないし、時間かかるし、いや、無理だよ。で、チューブレスなら、パンク修理キット、今ね、リアボックスの中に入ってますけど、毎回僕は持ち歩ってます。大型でツーリングするときも、ハンターカブでツーリングするときも、ハンターカブじゃねえよ、クロスカブでツーリングするときも、持ち歩ってます。あと空気入れ、電動のね。で、これさえあれば、あとペンチ、これ大事ね。ペンチがないと、パンク修理できないですからね。絶対釘が刺さってますから、釘、ネジが。それをね、引っこ抜かなきゃいけないんですけど、ペンチがないと引っこ抜けないです。だから100均の、まあ何でもいいようなペンチと空気入れとオートバックスで買ったタイヤ修理キット、パンク修理キットは持ってます。で、これさえあれば、なんとかなるんですよ。だけどハンターカブでなんともなんないじゃないですか。それから J45、何もなんないじゃないですか。という意味で、ハンターカブ、クロスカブ2台、今、新型のハンターカブと新型のクロスカブを並べられて、どっち買いますかって言われたら、クロスカブですね。あと、シフトインジケーターもついてるしね。動力性能の110と125は、僕はそこまであんまりこだわってないというか気にしてないですね。110でも全然問題なく、スピード違反で捕まるほどのスピードが出るので、まあ、そこまでの加速力とかっていう話になるとね、もちろん、ハンターカブの方が速いでしょうけどね、それはね、当然なことであって、なので、私はクロスカブを今のところ買います。これからね、ハンターカブがキャストホイールになるかというと、そういうことも多分絶対ないと思うんですね。っていうのは、開発コンセプトというか、そういうのがやっぱりこう、自由にいろんなところを走れる、オフロードも走れるっていうのが、コンセプトになってるから、やっぱりキャストホイールにはならないでしょうね。スポークホイール、チューブタイヤっていうのがベースになるんじゃないかなとは思いますね。なので、クロスカブなんだな、僕の場合は。もし迷ったとき、クロスカブ、ハンターカブどっちがいいかなって迷ったときは、僕はそのチューブタイヤっていうのは、選ぶ上での大きなファクターになるかなと思いますけどね。ただそれでもエンジンパワーがある方がいい、速い方がいいっていうならば、ハンターカブになると思います。じゃあ、カブとは言われないけども、まあ、カブの機構を持ったラックス、それから同じエンジンを積んでるモンキー、それからグロム、まあ、この辺もありますけどね、まあ、この辺だと速いのが欲しければグロムになるんでしょうね。動力性能が高いものって言えばね。で、5速のマニュアルが欲しければ、グロムかモンキーになるというところだとは思うんですけれども、ここの3つで選ぶとしたら、まあダックスですね。やっぱりこの機構が好きです。ロータリーミッション。この機構面白いですよ。だから、ハブの形してなくても、ロータリーミッションだったらば、僕は OK です。というわけで、クロスカブにね、僕命を燃やして、絶対にクロスカブずっと乗るんだ、みたいな、そういう感じじゃないんで、ただ、原付2種は持っときたいので、このカブのね、ロータリーミッションが乗ってる車種のものは乗っていようかなと思ってます。例えばね、GSXR125 にするんだとか、ね、スパルトビレンとかね、かっこいいけどね、125ね、それに乗り換えるんだとか、
それから、例えばオフ車好きなんでね、125のなんかのオフ車に乗り換えるとか、で、株売っちゃうとか、いうことは、まあ、あんまないかな。やっぱり原付2種としては株を乗っておきたいというのが僕の考えです。なので、クロス株命みたいな感じで思っていらっしゃる方も本当申し訳ないんですけども、別に命だと思ってないし、そこまでこだわってるわけじゃないんで、まあ、買い替えるときはパーンと買い替えちゃおうかなというふうには思ってますよ。ただ、買い替えても、まあ、株でしょうね。なんせ株系のものね、クロス株しか乗ったことないから、単純なね、郵便局と同じ株の形って乗ったことないんで、まあ、C12125 スーパー株、それからスーパー株110、あの辺だよね。それからダックス、まあその辺は、まあ、もし買い替えるとしたら候補に上がってくるかなというね、感じはしていますよ。ただね、クロス株、楽しいと思ってね、乗ってる人たちを代表してね、言わせていただきたいのが、株は楽しいです。このロータリーミッション、そしてこの心地いい遅さ最高に楽しいです。なのでね、株系に乗ったことない方はね、ぜひ一度ね、レンタルでもいいんでね、株系乗っていただけると面白いかなと思いますね。まあ、レンタルだとちょっとね、シフト迷うかなとは思うけど、まあ、ちょっと乗ればすぐ慣れるでしょう。すごい楽しいですよ。で、その際はね、株の乗り方のね、保存版がございますので、マザチャンネルの概要欄に貼っておきます。ぜひご覧になっていただけたらなと思います。そうしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではマサチャンネル、これで失礼します。さようなら。